皆さんこんにちは。麻生直美と申します。若柳梅郷という名前で、日本舞踊をやっています。この仙台市から少し南に行った白石市に住んでいます。今踊ってくれた子どもたちはその白石市で、無料の日本舞踊講座に月2回だけお稽古している子どもたち。踊ってくれた曲は「藤娘」という約200年前に作られた長唄の名曲で、舞踊としても大変人気のある曲です。今日は皆さんにちょっと触りだけご覧いただきました。皆さん日本舞踊っていうとすごく難しいというイメージありませんか？はい、すごく難しいんです。実は本当に難しい。5歳6歳から始めて50、60でもまだまだという世界。でも私も55歳になりますが、実は私はずっとこの世界にいたわけではないんです。10年ちょっと前、日本舞踊を本格的に再開する前は小学校の時5、6年だけやって日本舞踊をやめてしまっていたんです。私の家は400年以上続く禅宗のお寺です。祖父は政治家でもありました。いつも周囲から見られているというプレッシャー、そして古いもの、窮屈なものから逃げ出したいというその一心で日本舞踊をやめ、中学からはバンド活動に背を出しました。そして新しいもの、未知なるものに惹かれてアメリカへ留学することにしたのです。40年前からアメリカのハイスクールはとても華やかでした。みんなファッショナブルです。これちょっと私ははい、冬なのに浴衣着てておかしいんですけれども、はい、それで私はといえばアジアから来たただのチビ。学校もダサいです。そして英語も喋れません。誰も相手にしてくれませんでした。ところがある日、文化祭のようなものがあって、勇気を振り絞って日本から持っていった振袖をなんとかかんとか一人で着て、そして日本舞踊、小さい頃習った日本舞踊をちょっとやってみたんです、一曲。そしたら次の日からたくさんの生徒が次から次と私に話しかけてくるのです。ねえ君、日本から来たんだって？日本ってどんな国？ねえ君、日本ってみんな日本人って着物を着て刀差してるんでしょ？なんで君ジーパン履いてるの？富士山って何フィートですか？天皇陛下ってどんな人？君空手できますか？もう次から次と質問攻めです。今のように携帯やインターネットはありません。
もう持っていた辞書とわずかな本を一生懸命調べて、なんとかかんとか片言の英語で説明しました。そしてたくさんのお友達ができました。最初はなぜ急に友達ができるようになったのかよく分かりませんでした。でも後で気がついたんです。ああ、この子は自分の国を、そして自分の国の古いものを大切に思ってる子なんだなと思って、私を尊敬してくれたんだっていうことが。尊敬といっても当時の高校生です。単に踊りを見てびっくりしたとかすごいなと思ってくれただけだったかもしれません。それでも尊敬する人と喧嘩をしようと思う人はどこにもいませんよね。みんな仲良くなりたいと思います。そのことに気づかされたのです。よいしょ。大学卒業後はいくつかの国際企業を経て、私はオリンピックに携わることになりました。98年の長野冬季オリンピック、そしてその前年の97年、私は日本側とのリエゾン、調整役として国際オリンピック委員会 IOC の本部へ行くことになりました。これは当時のサマランチ会長ですね。はい、スイス・ローザンヌの IOC ではさまざまな人とお話しすることができました。中でも IOC 委員という世界に100人しかいない人たち、その方の多くは貴族や皇族だったりします。そんな人が私を見るとこう話しかけてくるのです。ねえナホミ、今度茶の湯を見せてくれない？とか、今度日本に帰ったら盆栽の本買ってきてくれない？とか言うんです。盆栽ですよ皆さん。100年かかって小さな松作り上げるという日本でも今ほんの一部の人しかやってらっしゃらない趣味だと思いますが、もうそれまで仕事一筋、日本文化からすっかり離れていた私はまたびっくりしました。そしてまた日本人であることに気づかされたのです。それからは時間を見ては日本料理を振る舞ったり、女性職員に折り紙の折り方を教えたりしてとても喜ばれました。そしてたくさんの友達ができました。そんな私が2002年病気をしてこの宮城県に戻ってきました。そして自然に文化の世界に入ったのです。今は日本舞踊を通じて子どもたちに日本文化を伝えること、そして日本文化を通じて国際交流を深めることをライフワークとしています。白石市には能楽堂があります。お能という日本で最も古い芸能をする専用の舞台のある建物です。そこに白石市では小学校4年生になると全員男の子も女の子もクラスごとにやってきて私の授業を受けることになっています。まずなぜ学校でなくてこの能楽堂に来て授業を受けなければならないかという話を少しアメリカのエピソードも交えてお話しします。それからこのように舞台に上がってもちろん白足袋を履きますよ。そしてきちっと正座をしてお辞儀をするところから日本舞踊の基礎一曲踊れるようになるところまでやります。とても厳しいのでみんなヒーヒーってやってますが、最後は「わあ楽しかった」と言ってくれるのが救いです。今の子どもたちは欧米の子どもたちと全く同じ生活をしています。彼らにとって日本文化は異文化です。日舞や茶道など見たこともやったこともありません。でも私は子どもたちに言います。君たちは大人になった時外国に行くかもしれないね。外国に行かなくても日本にたくさんの外国の人が住むようになるかもしれない。そしたら一緒に仕事をする人や、もしかすると君たちの奥さんや旦那さんも外国の人になるかもしれないね。そしたら必ず聞かれますよ。君何か私に日本のことを教えてください。君何かやったことがありますか？何ができますか？って。どうする？子どもたちは一様に困った顔をします。私は何でもいいから一つ日本のことをやってごらんと言います。和太鼓でも書道でも何でもいいと。でも俺さ、サッカーやスイミングしか興味がねえしっていう子もいます。そんな子にも言います。今日みんなすごいことをやるんだよ。この能舞台に上がって日本舞踊をやるんだよ。だから将来外国の人と
お話をするようになったら胸を張って「僕ね小学校4年生の時に能舞台に上がって日本舞踊やったことがあるよ」と言ってごらんと。やったことがあるでいいんだよ。したらね、外国の人はきっと「へえ、君そんなことやったことがあるの、すごいね」と言って君たちを尊敬してくれるでしょう。尊敬する人と喧嘩しようと思う人はどこにもいないよね。だからみんな仲良くなれるんだよと言います。はい、それからこう続けます。今日みんながやる日本舞踊、立って座って回って手を挙げてってやります。体操と同じだね。でも日本舞踊と体操には決定的に違うことが一つだけあります。なんだろう。それは心だよと言います。日本には美しい4つの季節があります。春、夏、秋、冬、きっちり3ヶ月ずつ分かれています。最近は温暖化の影響でちょっと夏が長いですか？でも日本人は昔からその美しい4つの季節を大事に慈しんできました。日本文化にはその自然を慈しむ心、めでる心、そして人を思いやる気持ちが流れています。お能や歌舞伎、和歌や俳句、そして日本料理に至るまで全ての日本文化にその心が流れていると言っても過言ではありません。ちょっと具体的な話をしましょう。今日は私は秋なのでもみじの着物を着てきました。ちょっと派手です。恥ずかしいんですけれども、はい、日本の季節を最も敏感に取り入れているのがこの和服、着物です。私たちは冬になると雪景色の着物を着たりします。そして春になるとこんな桜の模様の着物や若草色の着物を着たりします。夏になると人から見ても涼しく見えるように白や水色の着物、そして川の流れや夏の絵が描いてあるような着物を着たりします。私は子どもたちに聞きます。君たちは春になったからって「お母さんそろそろ桜の T シャツ着たいから買って」とか「お母さん俺そろそろもみじのトレーナー着たいな」とかって言わないでしょと。男の子は一年中ナイキ、プーマ、アディダスです。一年中ですよね。では着物を着て日本文化だけやってればいいのでしょうか？いいえ、違いますよね。先ほど踊ってくれた子どもたちの講座、こちらの休憩時間に私は簡単な英会話を取り入れています。自分の国の文化を知った上でコミュニケーション能力もなければなりません。私はこの地元から宮城県から互いの文化を理解し合える本当の真の国際人がたくさん出てくれることを心から願っています。東日本大震災の時に生まれた共に助け合う連帯の精神、そして人を思いやる心、私たちが取った行動は世界中から称賛されました。その姿を保ちつつ自分の国の文化を理解し誇りを持ち、さらに多様性を認め合うことで私たちはもっともっと尊敬されるようになるのではないでしょうか。皆さんもぜひ日本文化一つやってみませんか？これからのグローバル社会、きっとお役に立つことと私は信じています。私もこれから日本舞踊を通じて季節をめでる心、そして人を思いやる気持ちを持った美しい日本文化を子どもたちに、そして世界中に伝えていけたらと思っています。文化の力で平和な世界が実現できますように。ありがとうございました。